Hello，大家在对死党的同居要求说好之前，第9集倒数第2集，固然剧情陷入低潮了，小臭又再次向小航提出了2个人要分开一段时间了。原因是他本来已经决定要接受了小航的挚友提议，2个人就做挚友就好，但是他还是按耐不住对小航的喜欢呐，每次跟他见面都让他好痛苦。接着我们就继续来看看，再一次的分离会不会让事情有些什么变化？应该有所变化了吧？倒数第2集了呢。いいじゃない。楽しそうで。本当にいいよ、渡の写真。有捕捉到那个幸福的瞬间哦。照片看了就觉得心暖暖。いらっしゃいませ。残念なご報告がございます。房子租出去了怖い。んだけど。この前見せた部屋埋まっちゃってさ。那也不需要这么急匆匆的跑来告诉他吧？ごめん。湊と話してない。じいちゃん入院したもんな。すぐ退院したらしいけど忙しいのかも。この前病院で湊に会ってさ、お見舞いに来てるって言ってた。そうなんだ。聞いてよ。俺が病院行った理由聞いて聞いて。不会是你老婆怀孕了吧？子供ができました。哦，这个同学真的是什么事情都好明显哦，一猜一个准。如果能够活得像那位同学那么坦率、那么单纯，也是一件很幸福的事情哦。什么事情都不需要遮掩，不用像小航这样子纠结。哎呦，所以爷爷其实没有大事，还回家了。だいぶ軽くなったよ。みかんゼリー懐かしい。じいちゃんのは甘さ控えめ。哦，可是奶奶开始给爷爷准备点心了，是不是？其实还是时日不多了，趁着人还在，赶紧享受。趁着人都还在身边，赶紧记录生活。そんなかしこまったの取ったってつまんないだろ。まあ前にも同じようなこと言ってたから。ここらあたりだな。看来爷爷的状况真的是不是很妙哦。小臭这样子小心翼翼的扶着爷爷。毎日今日のばあちゃん撮ってるからな。もっと綺麗な格好の時に撮ってって言ってるのに。湊食べる？从以前就是一模一样的对话。あ、もうだからやめてって。お茶持ってくるね。食べてて。いいだろう。じいちゃんの写真。綺麗な格好じゃないけど全部可愛い。这可能就是小臭跟小航合拍的点哦，拍摄的都不是人最漂亮、最精致的瞬间，而是最生活化、最有人情味的瞬间。哎呦，じいちゃんはずーっとばあちゃんを一番近くで見てきた。俺だって渡が過ごす毎日を撮りたい。分かってる。一番近くで渡の人生を見ていたい。だってわかんないもん。じいちゃんにとって大事なものってことしかわかんない。カメラは意外と複雑だからね。ばあちゃんもじいちゃんのことが好きなんだよ。これでもね。哎，这个看得出来啦。2个人相爱真的是不一定要有相同的兴趣、相同的语言哦。现在人好像都有点受偶像剧影响，想要追求那样的爱情。当然有也很好，但没有也没关系。そういえば湊君のとこのおじい様も体調崩して入院されたって。连你们都听说了，就小航不知道。なんで湊にとって大事な話を人づてに聞いてるんだろう。你還是想成為小臭最重要的人哦。友達でいたいって言ったからだよな。俺から連絡するのは違うよな。就是要等你主動鬆口啦。知らないうちに誰かと付き合ったりするの？湊の未来に俺はいないのか。你们一样都洗完澡披着毛巾，好きじゃない。头发湿漉漉的。渡は友達。
睹物思人。渡は友達。湊行こ思い出すな。う。思い出すな。おー、すげえ。ダメ。你们不会看到同一辆飞机，都想分享给彼此吧？親友に戻るって決めたんだから。什么？擦肩而过都不打招呼了？还是这里只是一个意象的镜头，象征两个人分道扬镳？友達也不是路上遇到都不打招呼的啊，也不是什么事情要分享都还要犹豫三思啊。这是他那一天想要送给小航的话吧？俺は渡と一緒に生きていきたいんだって。小航何尝不是这个心情？哦，你还是把你们那一天拍的那些照片洗出来了，应该看到小臭背后的花了吧？いっそ分裂したい。渡まだいたの？大哥冲啊！快点助攻，快点推他们一把！珍しいですね。兄貴がため息なんて。年長さんは大人じゃないみたいな。そうなんですね。それね、言ってもいい？好尊重小孩哦，还问他能不能说。今日幼稚園の先生に振られちゃったんだって。めぐみ先生、結婚するの。哎呦僕は大人じゃないから結婚できない。如果是一般大人，真的就只会把这种事当童言童语哦，不会这样子的，还尊重小孩的情緒跟感受。僕はできない。うん。今まで大事にしてた時間はなくならないと思うよ。全部兄貴の一部のままだよ。そんな大人みたいなこと言ってびっくりしちゃう。いや、俺一応大人なんだけど。小航，大哥的感情也许真的无疾而终了，毕竟有无法跨越的鸿沟，身份跟年龄的鸿沟。但你还有机会呀！ずっと自分のことばっか考えてたな。哎，是啊。俺は渡が泣くのは嫌だから、友達に戻るための時間がいる。結婚してください。你把当时的花做成干燥花，哇！冲啊，小航！小臭也是冲啊！快点飞奔到彼此身边吧！不要再传讯息了，直接去找他。哦天哪，你们两个，你们看一看，就是天生一对了，还逃避那么久，真的要来冲了，要来日剧跑了。不枉费我们等这么久啊！这一集感觉很细腻啊，心里暖暖的呀。从他们本来是打算以朋友的关系相处下去，为了要继续跟彼此待在一起，选择当挚友。但是后来发现当了挚友，反而好像事情变得不对了呀。怎么小臭开始有什么重大的事情不跟自己说了，连爷爷住院生病的事情都要从别人的口中、别人的转达才得知。原本以为确认为挚友的关系就可以让两个人过去的快乐继续延续下去了，就可以停止纠结了。结果没有想到事情并不如他们所想的那样啊，反而成为了挚友，让这两个人不快乐了，让这两个人想要跟彼此分享些什么都没有办法再像以前那样子畅通无阻的说出来了。也是周围人的关系，包括小臭的爷爷奶奶的爱情，还有大哥的爱情，让这两个人终于明白，是啊，我得珍惜
起眼前人呐、才在本集结尾，终于开启了双向奔赴的日剧跑。接下来终于剩最后一集了，本剧终于走到终点了，两个人可终于要来迎接 happy ending 了吧？我们可终于要等到对挚友的同居要求说好的那一刻了吧？我们拭目以待，下集见，拜拜。